皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーとチャバリーラです。お願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はいテーマなんですけど、はい。アウターのラケット、アウター。特殊素材が外側に入ってるラケッはいトとインナーのラケット、はい内側に特殊素材が入ったラケットですね、さあどっちがはい。かかるのか、あもしくはどっちがいいのか。ー、どっちがいいのか。まあ大体今素材入ってますよね。そうなんですよ。大体の攻撃マンのドライブマンがもうシェイクの人はもうアウターかインナーはい。がほとんどなので、そうですね。じゃあどっちがかかるのか。これよく聞かれますよでも。そうなんですよね、ドイツのとあるドイツ選手の選手ねドイツのとある選手とか、はい有名な選手はもうだって昔から一貫してもう一貫してアウターで超ドライブかかってますからね。最近硬いラバーに変えましたからね。あ、そうです。より硬くしましたからね。はい。だからそうやって思うと硬いラケットのアウターの方がドライブかかるのかなっていやあれはやっぱ思っちゃうんですよ、ね。めちゃめちゃかかってると思う。で中国選手もよくその組み合わせ大人気なんで今、でまず、はいこうしましょう。アウターラケットっていっぱいあります。はい、インそうですね。ナーラケットもいっぱいあります。ありますね。ここがすごく難しいところなんですけど、はいじゃあ、同じ厚さではい。使ってる素材も一緒。うん。木と、特殊素材がは同じものを使ってるそうですね厚さも一緒で、アウターとインナーのものがあったとします。はい。この2本を比べましょう。はい。インナーの方が玉持ちがいいです。ああ。アウターの方がはい。玉離れが早いですね。うーん。はいこする人はやっぱアウターの方がかかるんですか。すごいざっくりとしてる。こする私そうですね。の場合だとはい結構、なんだろう、つって切ったループとかクッてやるときはなんかはい素材だったらやっぱアウターに固めのラバーの方がやっぱうん、こすれ回転量やっぱアウターの方が高いなと思うんですよ。こする場合ははアウターがいいです。い。やっぱりですか。これは絶対いいと思います。やっぱりですか。はいやっぱ玉持ちとかこうしなりが、はいロスになるんですよね。まあ、これパワーロスってイコールで玉持ちになるんですけど、はいこすったりする場合は、はい。スイングに対してのロスが少ない方がいいんですよね。そうですね。はい、これは硬い方が絶対いいです。ルループ、あとツッツキ、とかです。はいあとサーブとか。サーブ、そうですね。もうはいやっぱアウターの方が切れるんですよ。これでも注意してほしいのが、はいアウターで板が厚かったらダメです。サーブそうですと、まあループもそうです。そうですそうです。板厚がやっぱり5ミリ台の後半ぐらいで収まってくれれば、その感じになる。私は結構5ミリ台後半ではい。結構回転かかるなと思って、はい固めの粘着使ったら。らで中国選手もよくその組み合わせ大人気なんで今。今話したように、はいサーブはアウターがかかる、はいそこだけ聞いて、はいじゃあほらカウンターアウあターね、はいこれ使ってサーブかかんねえじゃん、うん熱いからいい。そうですね。板厚がありすぎると、はい、もうそうアウターインナーの話じゃなくなってくるっていうそうなんことですよですね。だからそこだけじゃなくて全部なるほどなるほど全部加味して考えましょうっていうことですね。なるほどアウターインナーっていうのを平等に比較できるうんケースっていうのは、うん同じ厚さ、うん同じ大きさ、うん同じ素材、うん木も素材も同じものを使ってるっていううん時じゃないと、厚みも完璧にはい5.7だったら5.7で揃えた同士でっていう。そこじゃないと実はちゃんとした比較っていうのは成り立たないです。なるほどそうですね。アウターかインナーかっていうところに関なるしてほどなるほど。インナーは持つ、持つ。うん。アウターは硬いって思った方がいいです。ポポケットが柔らかいとなると、うん性能を出すのが簡単ですよね。うんそうですね。は逆に言うと勝手にかけてくれる感がい。うん出てくるんですけそうど、でアウターに硬いラバー、うんこれは実は勝手にはかからないです。そうなんですよね。ただかけた時のその、かかる具合、うんかかる具合ってあんまうんりいい表現じゃないですけど、うんがすごく強いですね。です性能の上限値としても高いわけです。そうですね。これ両極端ですけど、だからそうですね。アウターに柔らかいのってっていうのもあるし、インナーに硬いのっていうのもあるんで、一般的にはそれのが相性そうはですね。いいですよね。はいなんかのはいいですよね。個人的にはアウターに柔らかめの組み合わせがうん一番ラバーの性能を引き出しやすいと思うんですけどね。うわなるほど。ラバーがこう、食い込みやすいんで、はいはいはい。そういうことですはいね。なるほどなるあんまりいないですけどね。ほど。やっぱりアウターそうですね使う人は硬いラバーを貼るケースが多いと思うんで、そうですね。今はちょっとどちらかというとそっちのアウターするともうなんか
球をもうの速さと回転両方はいアグレッシブに求めてるなっていう状態には超攻撃卓球的な感じの見えますね。いろんなインナーがあるとそうですね、言いましたよね。はい、言いました。ちょっとラケットをここに用意したんですけど、持ってますね。はまあアウターのラケットがあんま少なかったんで主にインナーになっちゃうんですけど。なるほどなるほど。はい。じゃあレッドローズ。はい、WM でやってるやつだ。はい。結構販売しました。これ人気のラケットなんいやですけど、そうですね。はい。これインナーなんですよ。インナーで僕がさっき言った説明、球持ちがいいって言いましたよね。はい。実際球持ちいいです。球持ちいい。確かに。だけどそのアウターの長所、表面硬いっていう話してたじゃないですか。はい、これインナーのラケットなんですけど、はい、表面の木硬いんですよ。いやそうですね。色がついてますもんね。レッドローズなんで。ローズで、赤レッドローズなんでもう赤いね板。だからこういうラケットもあると、要するに球持ちも良くて、表面が硬いからこすった時にもよくかかるっていう。ってことはレッドローズはやっぱ回転めっちゃかかるんです。かけやすいんですね。回転ラケットですね。回転ラケットだってみんな5番かと勘違いする結構そうですね。5枚5番の方にむしろみんなこれさらに言うと板が薄いんですよ。そうなんですね。はい。だから実はアウター、インナーっていうだけじゃなくて、それ以外に上板の素材だったり、板厚っていうのが重要というか、さらに要素として入ってくると。そうですね。であと例えば、これは上板硬いインナーじゃないですか。中には上板柔らかいアウターもあるわけですよ。そうですね。ありますよね。そうなってくると、結構いろんな面で上下してきますよね。そうですね。確かに。だから実はアウターインナーだけでは判断できない。その合板構成だったり板厚だったり、あとはその表面の使ってる木の硬さの影響が結構の方が大きいんじゃないかぐらいな感じになってる。そうですね。トータルで見てなんで、アウターインナーっていうのは要するに上板が何だとか、厚さが何ミリだっていうのの一つなんですよね。例えばアウターのラケットあるじゃないですか、の特殊素材で、例えばそれで硬いけど板厚が例えば 5. 何ミリなんか 5.5 ミリとかの薄いやつで上板が例えば柔らかいタイプだったら結構持つってことですか。それはめちゃめちゃ持つでしょうね。インナーの感覚に結構近いですねっていうことですよね。それでいうと逆に、もうちょっと板が6ミリ超えるぐらいで、なるほど上板がこういうローズみたいなのを使ってて、固めインナーであったとしても、それはアウターに近いでしょうね。そうですね。確かにそうかもしれない。僕のおすすめは、さっきのラバーの話じゃないんですけど、柔らかめの上板を使ったアウターか、硬めの素材、ある素材ってもいろんな種類あるじゃないですか。硬めの構成で作られたインナーがいいかなっていう気がするんですよね。だからこれうちにはないんですけど、ロン5とか、あとは柔らかめの上板のアウターラケット、うちにはごめんなさいないんですけど、ありますね。ありますね。なんで大手のうちにないのばっかおすすめしてどうするんだっていうことなんですけど、でもほらレッドローズとかインナーだけど回転に特化してる、こする回転にも特化してる。そう、上板が硬いからですよね。あるんで、インナーアウターだけじゃなくていろいろ見て選びましょうってことですね。なるほど分かりました。じゃあまとめみたいになるんですけど、どっちがかかるかっていうのはやっぱインナーの方がやっぱかきやすさはあるけど、マックス値はアウターの方があるんじゃないかっていう。そうですね。選手使う人によってアウターの方がかかる場合も十分にありますよと。なるほど。じゃあ基本的にはでもどちらかというとインナーの方が多くの選手層にはかかる感じがする。そう思います。っていうことなんですね。じゃあ答えとしては結果的には大原則に収まってるってことですよね。そうですね。っていう、で一部ちょっとトップ選手とかは中国選手とかトップ選手系はちょっと、もう特殊なフィジカルを持ってる、そしてスイングもめっちゃ速いしカチコチのラバー使っても超かかるっていうのはやっぱそのレベル、そうですね。その上のレベルじゃないとやっぱ
アウターで超かけることはちょっと難しい、はい、っていうことなんですね。それもなんかすっきりしました。ドイツのとある選手、ドイツのとある選手とか有名な選手はもうだって昔から一貫してアウターで超ドライブかかってますからね。最近硬いラバーに変えましたからね。そうです。より硬くしましたからねはい。だからそうやって思うと硬いラケットのアウターのはドライブかかるんかなってやっぱ思っちゃうんですよ、ね、めちゃめちゃかかってると思います。いや見ててやばいです。あれはインナーにしたら落ちると思います。そうなんですよ、だからやっぱそういうそのクラス、インパクトが強い、そして擦る感覚がある、そして硬いラバーを使ってる、この選手はやっぱアウターの方がやっぱかかる感じがあるんですね。この条件が揃えばアウターになる理想系はアウターだと思いますってことですよね。本当上級者ですね。じゃあ、あとは一般のクラスはほとんどの人はインナーの方がかけやすいってことなんですね。あとは下手なミスがないです。インナーの方、そうですよね。ポトンって落ちることがない。だからインナーが人気なのかもしれないですね。いや絶対そうだと思いますよ。手堅いっていうか、多くの選手が安定してかけやすい、用具よりも失敗しづらいような感じはありますよね。とりあえず選んどきは間違いないです。わかりました、ありがとうございます。なんかアウターとインナーの違い、結構なんか大きなヒントがなんかいただけたような。そうですね。全部鵜呑みにしないで、ここ納得できるなっていうところだけかいつまんで受け取ってほしいですね。なるほど。やっぱりそうですよね。いろんなやっぱラケットいろんな種類ありますし、そうなんですよ。いろんなケースバイケースがね、ありすぎるのが結構卓球の用具の奥深さっていうかあるところなんで、ということでですね、ぜひですね参考ヒントなんかにしてもらえたら嬉しいです。チャバさんもありがとうございました。いえ、こちらこそまたよろしくお願いします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。